さあ、それでは明日から上がる銘柄をね、見つけたので今日も、作業しながら聞くとか、ドライブしながら聞くっていう人が結構多かったので、割と長めに話していこうと思います。で、西武ホールディングスっていうのがあって、で、デイトレードでこれくらい稼いだんだよね。すごいよね。毎日やったらどうなるんだろう。ということで、株価の動きが分かってきた。で、その西武ホールディングスっていうのは普段見慣れた銘柄で、こういうニュースが流れたら、上昇トレンドに素直に上がっていくなっていうのが分かってきたんですよね。だから今回も5日間ぐらい上がっていくんだろうなって。で、信用状況っていうのは毎週木曜日に一般公開されているんだけど、それを狙ってね、木曜日っていうのは機関投資家はここ 28% っていう買い戻しをやってる演出をやってたんだけど、金曜日になった瞬間に 34.6% の空売りを増やしてたんですよね。下げトレンドが継続するってその時は思ってたみたいなんだけど、今回の SBI 証券が西武ホールディングスの目標株価を5370円から6070円に引き上げて、株価の判断を買いっていうのを継続したっていうことで、嘘、そんなこと聞いてないぞって。で、ここに下げトレンドやってたのに、急にブレーキがかかって、うって上がってきて、そんな、機関投資家側からすればね、やばって、早く買っていかないと、なんで金曜日に空売りをしたのにも関わらず、なんで株価が上がってんだみたいな。本来どっかの証券が、いくらになるっていう目標株価いったところで、影響っていうのは、チャートっていうのは変わらないんだよね。なんだけど、出来高が急増して上昇のトレンドのきっかけになっているんですよ。ここにね、今日って。で、調べた結果、5日ぐらい上がっていくとなったんで、また今週もね、5万円くらい儲けていこうかなと。で、まさかの予想外の機関投資家の空売りしてるのに上がっていってるっていう状況。で、機関投資家もね、足並みを揃えないといけない。利益どころか損失を出してしまうから、買いに転じるっていうシナリオになるんですよね。だから珍しいパターン。で、直近の空売り率っていうのは 34.6% 高めを維持していて、こうなって。で、通常は、空売りをやっているんだから機関投資家が。下がるんだよね、株価っていうのは。なんだけど、それを上回るポジティブな要素が非常に影響を与えた結果とされています。なんで思ったより下がらなかったのかっていうと、長期ホルダーによる安定性、現物の比率、この赤い部分が 86.3% で意外と高くて、しかも、すぐ売ってくれない人たちなんですよね。で、損切りもしてくれないから、売りがすぐ、買いが、売りが枯渇したんだね。それに加えて、トレンドが転換したんだなっていうのが見てわかるので、投資家からもう注目がすでに集まっていて、出来高の高さと、市場の心理の改善が株価を支えてきて、短期的な上昇トレンドが形成されようとしています。なので今回は機関投資家が後追いする、珍しいパターンで上昇トレンドができるんだよね。で、今回の利益、12月は配当金祭りでね、16日は配当金集まったから、まるでデイトレードで儲けたみたいになってるけど、だいたい週9日から1個だけとか1回だけ2回だけとかやって、で、16日からいっぱいやり始めたんだよね。で、しかも投資っていうのは僕いつもね、昼の1時、13時に起床して、で、2時間のトレードをね、ぼーっとしてる。でもただ事前に調べて、こういう動きするだろうっていうのが分かってから急にね、安定した収益を出すようになったんだよね。会社員の時手取りが14万円で、ね、これだけ利益出て、午後に起きてぐうたらなね、暮らしをやっても、で、株価、モニターをめちゃくちゃ見てるかっていうと全然見てはないし、会社員と社畜ってバカみたいだなって、ね、思っちゃいますね。これくらいだったら専業として十分やっていけるよね。あと、これ、もうちょっと見ようかなとか、こいつ気に入らないなとか思ってる人とかね、いると思うんだよね。株初心者の人とか、すぐね、儲けたいとか、他のチャンネルにどんどん行ってもらっていいんだよね。このチャンネルも全然見なくていい。もう僕が儲けることにフォーカスをしているから、中途半端なね、投資をする人に主張されたくない。午後に起きてもね、取引が自動で行われるようにアルゴリズム注文を採用している。もう誰にも知ってほしくないし、知性の低い生き物に見られるのも嫌。さて、人払いが済んだところで、儲ける戦略を語ろうか。答え合わせをするために動画コンテンツやっています。西武ホールディングスとは、不動産、ホテル、レジャー、都市交通、電車事業とか幅広い事業を展開する総合の企業、鉄道とかホテルを中心とした生活のインフラを提供していて、観光業を含めた地域経済の発展に寄与していると。で、今回の12月27日のニュースで、SBI 証券が西武ホールディングスの目標株価を5370円から6070円に引き上げて、投資判断会を継続したっていうこと。あとは、自己株取得の影響っていうのが出てて、株数の減少が EPS、1株当たりの利益が上がるよね。発行株数が減るわけだから、利益は一緒だったとしても、で、株主還元の意識の高さが評価されて買われてるんじゃないかなと、ここでは書かれています。では、株価の影響はこれで、このニュースが出たことによって、
どのような影響があるか。それは目標株価の増額により短期的な買い圧力を増加させる。注目が集まるわけなので。で、もう一つが安定した不動産の売却益。不動産、急に人がいなくなるわけでもなくて、存在する限り収益っていうのは発生するような仕組み、もうずるいよね、既得益の。とにかく安定した収益が見込めるために株主にとって魅力的な材料。あとはホテル業の回復とか、短期的には自己株式の取得とか、目標株価の引き上げっていうのが投資家心理を改善を背景に買いが集まっている上昇トレンドを継続っていうものができたみたいだね。だって、そういう推察から株価上がるのかなみたいな。そんな漠然としたものじゃ、まだまだ初心者なんだよね、株の。本当に投資家が食いついてきて、株価チャートを上昇させる影響力があるか、本当にこいつついてきてるかっていう。で、確認してから飛び乗ったら、安心感がね、異次元に違うので、それを確認していきたい。それがね、めちゃくちゃ便利なツールがこれなんだよね。空売り率、すごい。約定した内訳が見れるっていうね、今までになかったツール。見てみよう。信用状況っていうのは、毎週木曜日に一般公開されるもの。で、それを狙って、木曜日、機関投資家は買い戻しを 28.4% で演出した。で、実際はその次の日の27日金曜日で、ここだね。34.6% まで空売りを増やしていたっていうね。これって下げトレンドが継続すると思ってるから空売りをしたんだよね。でも今回の SBI 証券のニュースはね、目標株価の引き上げということで、これが出るっていうのは知ってたと思うんですよね。でも、そう、その通り、こんなニュースって別に決算がいくら上がったとか、自己株式取得するとか、そういうものではないので、株価に影響を与える情報では本来ないんだよね。なんだけど、出来高が急に上昇して、上昇トレンドのきっかけになって、もうこっからね、下げに行くっていうのは難しいんですよね。機関投資家が倍プッシュすれば、倍の空売りすればいいんでしょうけど、体力が持つか持たないかっていうか、もう本当に機関投資家が博打をやる状態なんで、考えにくいんですよ。だから、機関投資家も足並みを揃えて、買いに転じるというシナリオが、できるんですよね。さて、で、空売りを 34.6% に割と高めなんですよ。じゃあこれをすぐに解消しないといけないということで、今の時刻が、12月29日の日曜日。だから30日かな？明日もやるよね。だったらぐんと上がるはずなんですよね。機関投資家も加勢するんで。現物のホルダー比率を見てみよう。これでね、短期で売ってしまってみたいなトレンドが崩れるか、それとも継続するかっていうのがわかる、これね。で、まずは信用の短期税。これが 13.7%。信用取引は短期的な利益を狙う投機的な投資家が中心とされている。で、信用の新規買いが 5.6%。信用の返済売りが 12.9% の動向から短期的な利益確定が進んでいる状況も見られる。そうだよね。先週かな見たとき、もっとこれ低かったんだよね。だからこの上げの分、株価の上昇の上げっていうのは新規が入ってきてるんだよね。短期で。だからどれくらい継続するんでしょうね。影響としては、短期プレイヤーは出来高を押し上げて、株価のボラティリティを高める原因となった。で、こういう信用の割合が増加した時には、株価が敏感に反応しやすくて、ね、持ってても、議決権はないし、優待もないし、配当はあるか。メリットがあまりない。だから短期型なんだよね、これは。で、一方で、現物の長期のプレイヤー、西武ホールディングスの現物取引比率っていうのは 86.3% で非常に高くて、長期保有を目的とした投資家が多いです。影響としては、長期的な資産運用を目的とした年金ファンドや信託銀行などが多く含まれてるんだよね。で、この赤い現物の取引、現物の買いで構成されている。で、まだまだそれは高いから、株価が大きく揺さぶられる可能性っていうのは低い。じゃあ、この信用売りの状況を時系列にして、で、この空売りの比率の増減に対して株価チャートの影響を代入して考えてみる。空売りの比率で減少した26日は 4.6% 上昇した。これは機関投資家の影響を受けてるから上がったんだよね。一方で、金曜日に空売りを 34% に上げたものの、それでも株価が上昇したっていうことは、出来高の増加が支えになっていて、高い買い圧力が影響を及ぼしている。だから機関投資家以外にも買いが、もう想像以上の買いが集まったんだよね。で、それに機関投資家は足を揃えないといけなくなったと。空売りの比率の増減というのは株価の動きに影響を与えるものの、ニュースの方が、投資家の心理の影響が強かった
ので相殺したと考えられるね。現在の状況では出来高の高さと市場心理の改善が株価を支えていて短期的な上昇トレンドが続くと。じゃあ株の内訳でチャートの動きやすさ、これを見ていく必要があるんだよね。チャート図の方向を決めるのは機関投資家以外に不動株、固定株、外国人とか、そこを見ればよくて、特定株が 48.4%、株主構成のほぼ半数近くを占める特定株っていうのは長期保有を前提とする大口の株主なんですよ。で、法律的にも半年以内に短期的な売買っていうのはできないんですよね。大きく株を変動させる要因にもなるものの、基本的には長期で持つような、法律というかな、スタンスなんで、市場での取引影響は受けないとされています。で、不動株 8.5%、これは、不動株の割合が少なくて短期的な売買による株価変動っていうのは限定的。全体株に売られ、市場に出回っているの 8.5%。っていうことなんで。だから、たとえこの 8.5% を全部買収しようと思って買い取っても 8.5% なんで、会社は乗っ取れないんだよね。で、外国人の投資家が 24.5%。これは外国の比率が4分の1とすごい高めなんだよね。他の企業、日本企業と比べたらね。だから、為替の変動とか地理的リスクによって外国人がすぐ手放すっていう可能性があると。一方で、ゴールドマンサックスとか、こういう、大口の機関投資家っていうのも、どちらかというと中長期の資産が主となっているよね。というわけで、これを見て、チャートの特徴というのはガクンガクン、動かない安定したものとなるから、すごく読みやすい。で、実際に利益が出した、1日の取引でね、1万円くらいパッと稼ぐことができたって、すごく読みやすい銘柄なんだなって。一応この決算資料からの決算資料単体を分析して、それで買いか買いじゃないかっていう点数化すると、こんな感じ。結果的に86点で、持ってもいいなと。で、信用倍率は適正で、で、出来高も安定していて、で、注目が今回、インバウンドの需要とか株式取得関連で上昇していて、出来高が上がっていく。で、今回のニュースと組み合わせて、あと機関投資家の出遅れっていうかな、後追いっていうか、それで余計に上昇トレンドが確実なものになるんじゃないの？じゃあ、お楽しみのあれ行きましょうか。よし、アルゴリズム。で、僕が考えた値段設定に対して、人工 AI とね、相談して、採点を行いました。この、いくらで買うか、3267円。これは基準値として妥当。3267円は25日平均移動線付近であり、短期的な支持線として適切。で、現在の株価3228円が、この基準値に近い点から、逆差し値を設定する際の位置として合理的とされている。で、チャット GPT のお墨付きをいただいた。で、損金のラインは 91% の2973円。リスク管理の妥当性。これは現在の買ったエントリーした値段から約、9% で損切りを設定して、それはリスクの許容度としては適切と。主なサポートラインを割り込む水準で下降トレンドをこの値段になっている時にはもう下降トレンドになってるなっていうこともあって、早期撤退として有効だな。で、トレーディング。これは3463円だね。これはレンジの上限に近くて、さらにここを超えるんだったら、強い力がいるっていうか、出来高とそのニュース、あと機関投資家の空売りの状況とかを、連続して毎日見る必要があるんだよね。この値段設定しておけば、とりあえずもう見なくて大丈夫と。見るんだったら、デイトレードでもっと儲けていくような気もしますけどね。ちょっと僕はその日中寝てるので、チャット GPT からね、こういう改良案をね、打診されていて、で、この利幅が 3.3%。これはちょっとボラティリティっていうか、機関投資家による揺さぶりがあるから 5% を広くしてもいいんじゃないかっていう。あとは出来高を監視し続けること。出来高って所詮めんどくさいんで、それは見れたら見るよって。あとは外部要因も考慮しましょうって書かれてます。そう、外部要因に関してはちょっともう2つ紹介して、もう共通することなんで、相場っていうのは。だからもう2社目にいます。で、今回の西武ホールディングス、これは僕は買いだなと思っていて、で、短期的にはトレンドの上昇局面を活用して利益を狙えるな、こいついけるぞ、と。で、別に長期的にも持ってもいいし、財務基盤の安定性と、優待と配当、これを活かして安定的な資産形成が期待できる。短期的には僕はさっき言ったアルゴリズム、これを入力してしまえば、とりあえず儲けるでしょうって、手っ取り早く。でも手っ取り早くって言っても、これを話すのにね、3、40分かかって、で、この2銘柄を話すのに、無音のカット編集とかしなければ1時間くらいになるんだよね。だからそれ以上の調べる時間がかかってるんですよ。3、4時間くらい。もうこれくらい調べて、
確実には儲かることができるって。まあ僕が起きてる時間がね、1、2時間の間にデイトレードして、その時給がこの13,000円くらいかっていうと、まあ妥当なもんなんでしょうね。まあただ、こうかける金額がね、10倍とか、普通に同じことをやってかける金額は10倍とか2倍とかできるはずなんで、もっと資金があったりとか度胸があったりすればね、もっと経験積んだら、そういう勇気が不要になってくる。もう一度お願いします。で、中長期的の業績とか基盤が安定して外部環境の影響、これも注意した方がいいよ。外国人の保有比率が 25% で高いからっていうことがまとめられています。じゃあ、次の銘柄を行こうか。証券番号1605インピックス。12月27日、子会社の株式譲渡による利益計上っていうのがあって、まあ、これ、要約してしまうと、617.7 億円の売却益を計上することが発表されて、で、財務面での改善が期待されるということで、業績の予想は2024年12月の連結業績予想に織り込まれてるんだけど、こういうのは、まあ、改めて市場にポジティブな印象、市場が忘れてたっていう感じかな。で、思い出した、そういえばそういうのがあったな、みたいな。まあ、一方でそういう、事前に情報がリークされている可能性が高くて、機関投資家で、まあ、最近空売りを手仕舞いしている状態で、空売り 38% が26日の時に高校にあったのに、機関投資27日、次の日になると 18% に手仕舞いが完了している。で、なんでね、そうやって機関投資家は、先回りをしているんだよね、1日。で、まあほとんど、まあこういうものが毎日空売りの状況というものが公開されていなかったから、今まではブラックボックスで良かったんでしょうけど、もう監視ツールがあるからもうお見通しだと。相場の影響も大きく受けるけど、まあこの上昇トレンドがどの期間継続するか、今エントリーして間に合うかな。財務面で617億円、こういう売却益の計上により財務状況が強化されるっていう見込みになって、業績の安定性、もともとがね、ほら、インペックスって石油なんで、織り込み済み、そういうのって織り込み済みなんだよね。サプライズとしては限定的だけど、まあ出来高が集まってきてるっていうことで、トレンドが変わってくるんじゃないのかな。まあ、インペックスもね、で手っ取り早く儲けるっていうことかな。できますかな。譲渡益は織り込み済みだけど、こういう疑似的な利益が開示されたことによって、株価に、上昇材料となるシナリオ。もともと配当売り回りが何%かな ?4% を超す 4.38% なので、まあ長期で持ってもいいし、買うタイミングについてもちょっと独特なんですよね。今の空売りが 18% でだいぶ低かったけど、その前日26日は 36% ってすごく空売りが高かったんだよね。緑のところ、機関投資家のやつが。じゃあなぜどういうことが起きたかっていうと、空売りを行っていた機関投資家が利益確定、またはリスク軽減のためのポジションを閉じたって感じ。それはどうしてか、このニュースを前日に知っていたから、としかもう言いようがないですね。まあでもなんでこれが漏れてとか、事前にとか、それはタブーみたいで、1日程度だったら合法という暗黙の掟っていうのがあるみたいだね。機関投資家が手仕舞いで買い戻している。これは本来上昇トレンドだけど、言ってのさっきの通り、ここ木曜日まで、空売りを増してるんだ。じゃあ来週までもっと買い増しているから下げトレンドが続くのではっていうのを演出に過ぎずに実際は。もうその次の日手のひら返したみたいに一気に空売りを解消してきているっていうので、値上がりのために動いてきてるっていうのはまあ数字でそういう意味しますよね。で、直近の株価は下げたものの、機関投資家側ではもう買い戻しがだいぶ行われていたので、そうだな、後で来るのは一般投資家がダラダラとついてくる形になるのかな。ワクワクするよね。この先の未来がわかるっていうのは。これは機関投資家の一時的な戦略の変更なのかな。ほら、年末が近づいてきて、12月って権利日とかがあるので、空売りを一時的に緩めた可能性が考えられると。で、すぐに買い戻してくるのかな。空売りってことは、権利日には配当金を逆に支払わないといけないですからね。で、2024年今年もね、大詰めで利益確定を行ったと考えられます。相場全体のリスク、オン、オフっていうのも考えられて、現物の比率も見てみましょうか。現物取引が 78.5% を占めていて、長期的なフォロワーで安定した基盤があるみたい。一方で信用取引の割合が 10.7%。もうこれもちょっと目立つな。信用買いっていうのは短期的な、投機的、取引を反映していて、この企業を応援したいから買うというより自分が儲けたい短期的にって
いってすぐ売るっていう人たちで構成されてるから、これが多いっていうことはトレンドが急に入れ替わったりする。すごく激しいボラティリティっていうのかな。直近の状況だと、現物買いが、57万株。で、売りが62万株と売り越しになっています。空売りが影響を与えて需要のバランスがやや崩れてるっていう印象。信用取引においても、信用買いよりも返済売りが多いから短期的な手仕舞いが進んでいる。入手動向というよりは、この短期的な下げっていうのは利益確定の今年の手仕舞いみたいな感じもしますね。ただもう空売りで 18% に結構低めに減少からしてるので、あとはもうまた再び買い戻す、空売りを仕掛けるか、投資家が買いを仕掛けるかぐらいの導入を考えられるのかな。あと、チャートの動きやすさを知るために、ほら、外国の比率とか、不動株、固定株、こういうのを見たんですけど、非公開なんですよね。分かっているのが、筆頭株主 21.9%、最も大きいのが、経済産業大臣、国だね。固定株としての性質が強くて、長期保有を前提としている。この割合が大きいから、市場での売買に影響を与えにくく安定感を与えている。それは日本マイスターとか、日本カストリー、信託。これも同様に長期組だね。あとは石油開発とか、日本証券金融、総じて、ほとんどは日本株で、日本側でってかな。日本の機関投資家で構成されているから、いたずらにそういう動かして儲けようとか、物言う株主でうるさい外国人がいるとか、そういうものはなさそう。振り回されることはないんでしょうね。で、騰落レシオ。これを見てみると、ちょっと過熱気味だけど、トレンド的にもうあと5日ぐらい進むかなだけど、年末があともう1日で終わっちゃうし、大納会だし、どうなんのかなって。一般的には大納会だから下がるような感じするけどね。こういう騰落レシオを見て、ここはレッドゾーンになってるけど、これってグラデーションになっていて、しばらく上がったな、下がりすぎたな、で、上に上がりすぎたな、って急にね、赤の次、青っていうのはないんですよね。だから上昇トレンドがもう1日くらいっていうかな、30日の大納会まで上がるんじゃないのかな。で、また資金が新しく流入する投資の始めをなんていうのかな、1月3日 ?4 日新たな資金が入ってくるから、ぐんと上がるんだけど、果たしてこう、持ち越していいかっていうのは僕もすごく悩むね。日経平均もね、珍しく4万円台を超えて4281円。さてこれが継続するか。物価がちょっとずつ日本の物価がね、上がってるってことは4万円じゃなくてもっともっとね、5万円、6万円に上がっていっても全然おかしくはないんですよね。財務でもう一回ちょっと確認をしてみよう。本当にこれ、長期で持つことも可能なのか、長期的にバイアスがかかるんだったらっていうことで、100点評価で、直近の決算単身を元に数値化したもの。財務健全性は22点。資産の増加と資本の安定性が見られていて、で、成長性っていうのは、売上と利益っていうのは増加傾向だけれども、別に物が売れてるっていうわけではないっていうことで、23かな。で、市場ポジションはもうこれは絶対ポジションですよね。他に石油に代わる企業って、出光とかエネオスとかもうすごく限られるので、かつね、貿易ができる会社とか言うと、携帯事業で言うとソフトバンク、KDDI、NTT とか、そんなところかな。で、将来性は21点で、総合得点は90点。じゃあ人間の意識を見てみよう。ここに大きく、スイングトレード、この数週間で利益を求めるっていう場合は、すごく重要っていうのが分かってきた。信用倍率も、これは適正の範囲だったし、出来高は安定している。それはね、そうだ。出来高が安定しているのを選んでるし、で、ニュースでちゃんと食いついてきて、出来高が多くなってきて、PTS でまた、実際に買い付けが、盛んに行われてきて、ニュースもある。人を動かす動機づけも、もうシナリオが出来上がってるなというものをね、探してるんで、これ意外と大変なんですよ。意外とっていうかね、普通の人を見つけるのすごく大変だと思うよ。で、この株自体、どうなのかっていう総論だね。それは安定的な収益基盤を持っていて、増収増益を記録している。一方、なんだけど、炭鉱費っていうかな、掘るところを探すところの費用とか、維持管理っていうの課題が見られるみたいだね。利益率が下がってるからそういう回答をしたのか。増配の実績は株主還元の意欲を示していて、投資家のやっぱ長期で持つんだったらインペックスかな、みたいなものもあってよく取り上げられてますよね。それでは行きましょうか。アルゴリズム注文設定。配当金がすごく高いことから、100株は別に無条件で持っててもいいだろうなって思う。
急になくなるような会社でもないし、財務基盤性とかそういう決算単身でも見てるし、で、需要も安定している。で、まあ値上がりしていくっていうのが予想はできるから、とりあえず100株は無条件で持っておく。まあ2000円っていうね、手軽に買える金額でもあるし。で、問題は、もう、ちゃんとチャート図が反映されてから、今までのほら、信用的高とか、それって少しデイトレードに近い要素があるんですよね。こう、配当金持ってずっとっていうのは資金がずっと拘束されているし、それでたったのね、いや 3%、4% の配当利回りかって、こんなに調べたのにって全然満足するわけないんですよね。もっともっと儲けたいしね、僕の資産運用額が600万なのに、700万かなに対してね、30万。30万の利益っていうと、すごい大きいと思うんだよね。で、1日あたり1万3000円とかも超高速で回してきたら最高なんだ。これがもっと再現性ができるようにと思って、デイトレードと、その結果はそのデイトレードと長期のトレードの中間のスイングトレードの手法が出来上がってきたんですよね。で、注文の仕方、具体的にはこんな入れ方をするんですよ。みんなこういう注文したことはあるかな？で、こういう細かくポンポンってトレードを行っていく。長期で持つともっと利益があるんでしょうけど、デイトレードで1万3000円ぐらいで1日。このデイトレードのいいところってリスクを背負わないところですよね。ローリスク、ローリターンで、稼げる利益もね、少ないし、適当に入ったらどんどん負けていくので、やっぱりこう、ね、島なこになってそのニュースとかを調べて、日経平均と連動するようなのを分単位で、分足チャートで、大抵でもそのデュアル画面では見たいよね。でもそういう人が誰でもできるかって、そういう環境がね、できる。サラリーマンやってなくて専業投資家だったらもうこんなの、こういう動画を見てないと思うし、ましては僕以外のなんかその株チャンネルでこれ知って、もう満足した終わりみたいな、その気になっただけで全然儲からないような、なんだろう、バカ相手にする YouTube チャンネルすごく多いんですよね。それに僕は納得いかないんで、自分でいいわ、もう何年見た ?6 年間そういう見たけど、もう当てにならんなっていうのが自分で見て分かった。なんていうかな、そのね、マイナーな銘柄をこうやって長々と説明すると回転率が悪くなるので、話がそれましたね。とりあえず無条件で買う。インペックスの値段が今1996円。だからこの値段で買ってもいいでしょう。で、実際に次に買う値段は2050円になってからですね。この時に逆差し値で200株を買う。これ絶対やっちゃいけないのが差し値ですね。差し値でこれ注文しちゃうとすぐ買えちゃうけど、それって相場が弱い時に買う可能性が高い。なんでわざわざ上で買うのっていうのは、これテスタさんの200億円持ってる人の手法を採用したんですけど、相場が差し値で買えたっていうことは、値段が安くなってる、落ちていってる下降トレンドの最中に現物の買いでエントリーすると、持った瞬間に含み益を含み損を出してしまうっていうのが当然なんですよね。だから、高くなったところで買うっていうのは、ありなんですよ。だから2050円以上で、買いを仕掛ける逆差し値でね。この時は200株以降の場合で、損切りのライン、これ揺さぶりを機関投資家がやってくるから、あまり短くしすぎると 3% とかにしてるんだけど、してた時があったんだけどね、振り落とされて、その後すぐグインって上がっていったので、バカ野郎って。振り落とされたっていうのがあるんで、もう、だいたい平均で 9% ですね。これより大きいと損失を拡大させるばっかりだし、これが短いと振り落とされて、すぐ、機関投資家に見切られて上がっていくので、置いていかれるんですよね。で、次、確定のライン。これが、配当がね、4.2% で、それ以上の 6% 出たらもう十分だし、で、そのね、利益確定が 3% 下がったら確定なんだけど、6% を超えた瞬間に 3% 下がってもね、3% は絶対に儲かるし、で、大体そういう時には勢いがあるもんなんで、アルゴリズム注文って楽天のやつ、自動で切り上げていくんですよね、この差し値を。すごくいい。この心理影響の排除をできるっていうのは、この注文のいいところで、自動調整機能っていうのがあるから、感情的な判断を、悩みっていうのかな苦悩っていうか、悩んでるけど、悩みっていうのは、行動できずに何もできていない、生産ゼロの行動なんですよね。同じことを何回も繰り返す。そういうのを一切排除して、もう機械のように、もうポチポチって、もう失敗してもいいゲームみたいに入力する。で、監視も機械がやってくれる。絶対に。で、この利点を最大利用して活用して、機械的なツールに基づく運用がこれなんですよ。上昇する条件の中でしかエントリーはしないし、自分が不利だと思ったら自動で手放す設定。最高。総評としてこの現状アルゴリズムは非常に戦略的で合理的な基準設計が設けられています。
というのがチャット GPT の判断、評価でした。それはそうですよね。何回もチャット GPT と話し合って作ったものなので、チャット GPT はすごく優秀で、最近のアップデートで学術とか医学会とかに発表されるようなクオリティが 57% の確率でそういうノーベル賞を受賞するとか、そう学会に通るみたいな、そういう内容になってきた。もう普通の人間よりも明らかに頭いいんですよね。それがオムニワンだったっけ？オムニワン。そういう、人間より頭いいやつと相談するので、そりゃその株の、運用の経験値が上昇するのがすごく早い。よし、インペックスについてもう一回短くまとめてみたんですよ、これ。投資判断としては短期的には買いです。長期的にはホールドなんかの、レンジ相場なんで。だからアルゴリズムで一回利益確定して200とかで買い増しして、そういうシナリオで一定程度利益が出たら、次の銘柄ニュース、僕の YouTube 見とけばわかるでしょう。長期で上がるとは思っていないので。で、短期の評価。現在の上昇トレンドを活用したトレーディングを行っています。で、離脱するタイミングっていうのは、出来高が減少したりとか、空売り比率が上昇した時、機関投資家が売っていて、もう下げに行って、下げで儲けていこうっていうのがもう数字で表されているっていうかな、分かっちゃうので。ただこれを毎日見る必要があるんですよね。だってそれをみんなが観察できるか。で、その時に僕はインペックスがじゃあ出来高、空売りが増えたからとか、だからもう撤退した方がいいよっていうのをわざわざ出すべきなのかって、需要があったらね、コメントでそういう時欲しいよってお願いします。中長期の評価としては、配当がめちゃくちゃ高い 4.2% で、業績もね、安定していて、で、子会社の収益も含めるようになったっていうかな。そういうのが織り込まれて長期でいくと、やっぱり絶対上がっていくんですよね。石油の需要っていうのは、急速にはなくならないし、車が減少するかっていうとどうなんでしょう。ということで、はい、次のエンディング行くので、最後にこれ見ときたい人は、スクリーンショットでもやってください。はい、今回は新たな手法の確立として、デイトレードを元に構築した台本を一新した。で、実際の運用ではデイトレードをやりたかった。でも、根っからがロングの性質があるし、それで、儲かってきたから見るところがそういう癖があるんだよね。ということで、中間のスイングトレードという形にまとまってきました。サプライズニュースで出来高が増えた銘柄にエントリーする手法、かつ逆差し値をやっていて、上昇トレンドの時に、上昇トレンドに転じた時、つまり強い相場の時にしかエントリーしない。自分のシナリオ通りじゃないと、損切りをするとか、そういうものをやった結果、手っ取り早くっていうかな。1ヶ月に30万くらい利益を出すことができました。これくらいだったら専業でやれるよね。YouTube の再生回数よりも運用の利益を最優先した結果、そうなりました。もうね、冒頭で、興味ない人は見ないで出て行ってって言ってるので、バカは相手にしないってこと。バカに見てもらってもそういうバカが見るチャンネルなんだって言ってどんどんそのアルゴリズムが変更されていくので、バカはバカらしく、その身分に応じたものを見ればいいし、で、やっぱり投資うまくいかなかったなーって言って、社畜の社会に戻っていってほしいなね。そう、この動画っていうのは見てほしいというより自分が見るためで、動画の公開は、自分の手法や間違いを確認するための手法として活用するために投稿したんだよね。で、コミュニティで分析の依頼とか、この銘柄見てほしいなとか、ライブ配信する時があればね、全然、リクエストに応じて、そうだね。話すと1時間ぐらいになっちゃうけど、やりますよね。でも、だいたいその、5000円プランを出している有料会員の人がいるんだけど、僕の視点、というか、僕のこと好きだから有料会員に入ってくれたんだよね、ということなんで、やっぱ話しますよね。どうやってその銘柄を探すのかっていうところ。ここがすごい5000円どころじゃないよね。これがあったらもう1億円稼げるぜみたいな、それくらいの価値があると思いますよ。本当。そうそう。コミュニティは家族、職場に次ぐ第三の居場所なんで、成功者とかお金持ちが多く集まるなって、ほとんどがお金持ってる人たちじゃないと、毎月5000円は払わないし、毎週金曜日に見るような時間を持ってる人がいないっていうのが、わかりました。やっぱりお金持ちと接するから、僕は正しかったんだ。僕たちは正しいんだ。やっぱり何も知らない人に対して話すと詐欺じゃないかとか、俺だって稼げば13,000円稼げるぞとか、逆マウントしてくる。友達に、投資は便利だよってアドバイスしたつもりなんだけどね。反論されてきて、それ反論って敵対行為なんですよね。お前はもう嫌いだ、絶好だって言われてるような気がするし。それはさておいて。お金も生き物で、性格の良さが、財力っていうかな、お金を引き寄せるんですよね。お金と幸せは交互に影響し合うものであって、いい性格、いろんな人に、還元する、コミュニティで還元するもの
であれば、その組織、企業っていうかな、コミュニティっていうのは大きくなっていて、そのお金持ちの感覚をつかむためにはコミュニティに参加して体験することが必要だな、なんですよね。で、先週と比べての改良は、制作のコスト、映像のテロップ、そういうものを一切作らなくて、で、当日投稿の一発撮りやったから、このスピード投稿っていうのが可能になりました。まあ、これでもね、半日はかかっちゃうんですけどね、台本のマニュアルを改良して次は何をしようかなっていうマニュアルを作ってるので、迷う時間っていうのは何もやっていない時間で生産性ゼロだから悩んでる時間があっちゃいけないんですよね。それで、生産性の高い環境を作ったってこと、マニュアル作ったから。で、スライドショーをとりあえず廃止してスピードに全振りしたのが今。でもやっぱりどうなんでしょうね。後ろに透かしてみたいとか、周りの余白の黒いところでも残りのところがこう表現できない部分、これがどうなんでしょう。まあそういうのスピード重視がいいかなと思った。で、毎週今、1回投稿してるんだけど、西武ホールディングスとか、インペックスの出来高の空売り率がいつ変化するかって、それ毎日見ないといけないし、1日ですぐ手のひら返しみたいにっていう時があるんですよね。だから、それを含めると、週に2本っていうのはこのマシンじゃないのかなと思いました。いや、それでは人生を楽しむために、遊びも仕事も全力でやっていきましょう。それではまた来週、この動画を見てよかったなとか、コメントがあったよね、そういえば。まあ、コメントにはこういう、小春さんの解説、本当に納得です。森世紀は12月配当だし、打診買いしてみます。これからもラジオ方式お願いしますとか、あとは、巷のファイヤーしました。50万円から1億になりました。なんかよりも信用性があるね、と。あと、動画面白かったよ。昼間寝てるんだね、って。そういうコメントをいただきました。というわけで、バイバイ。